皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は白霊レ夢ムの代表するスペルカードの全無双封印について解説していきますよ。無双封印に種類があったなんて全然知らなかったぜ。そう、意外と知られていないレ夢ムの秘密にも迫っていくので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに、東方プロジェクトの主人公である白霊レ夢ムについて復習していきましょう。白霊レ夢ムは外の世界と幻想郷の境にある白霊神社の巫女さんです。異変解決を生りとしていて、数々の妖怪や神様を退治してきたんだよな。そう、空を飛ぶ程度の能力や白霊の巫女としての能力を持っていて、幻想郷の数々の異変を解決している人間の一人ですね。彼女の性格は春のようにとても陽気で、その分危機感に欠けるところがあります。妖怪退治が仕事であるため、妖怪に対しては厳しい見方もすることも。ズンさんからは一番ラスボスっぽいキャラかもと言われるほどだもんね。実際は人間にも妖怪にもさほど興味はなく、平等に見ているようですよ。そんな性格のため私が作り出した五葉別性格診断では、霊夢は木属性に入りますよ。ちなみに五葉とは古代中国の説で、5つの元素のことだ。どういうことか、西洋の魔法使いであるパチュリーがこの中国の五葉を魔法として扱っているぞ。これについてはパチュリー曰く、オリジナルを尊重し、そこにさらにオリジナリティを付加して残すのが我々魔法使いの誇りですから。とのことなので、色々勉強して取り入れたのだと考察しますよ。あと最近はチャクラについても勉強しているのだとか。いや忍者からも学んでいるの？霊さんといえば春をモチーフとされることが多いですが、五葉の木とは春の象徴でもあるのですよ。また木の花や葉が幹の上を覆っている立ち木が元となっていて、樹木の成長発育する様子でもあるようです。そして、木属性は陽気なやつが多くて、小石や優香、かぐやがそれに当たるんだよな。そしてもしマリサが水属性の技を使っていたら霊夢との相性は悪いんですよ。しかし人間関係の相性はいいようです。そっかマリサは実は水属性だから霊夢と相性はあまり良くないのか。ちなみに、東方降臨道時点ではマリサより霊夢の方が軍配を上げているようです。もし木属性キャラについて気になる方はこちらを見てみるといいですよ。東方水無双のテキストによると、体術にしても妖術にしても、狩猟は不足気味、というかほとんどしない。だが、あまりある転生のセンスでカバーしていて、ものすごく強い。それはもう、人とは思えないくらいに、ワープしていたり、ホーミングしていたりするが、本人はまっすぐ動いているつもり。ずるい巫女さん。と書かれていて、ただのセンスだけでこれらを可能としているのですよ。あれをセンスだけでできていて、ほぼ狩猟なしで怪物どもと渡り合っているってヤバすぎだろ。努力家のマリサからすると、本当に妬ましい。出ました遊戯の名言。いやどう考えてもパルシだよね。実はスペルカードルールは、妖怪からの相談を受けて白霊霊夢が制定したものなんですよ。これは東方ステーションにてズンさんの口からも答えています。へえ、神主であるズンさんも言っていたのか。また予知夢という意味を持つ霊夢という名前の通り感が非常に鋭く、サイコロの目を確実に当てることができます。霊夢本人曰く、私がサイの目を予想したということをサイコロが覚えているからとのことです。実はズンさんは東方の夜明けにて、霊夢というのは予知夢などを意味する言葉であり、勘がいい子に育ってほしいという名前であると言っていますよ。ズンさんは本当に霊夢を我が子のような思いで見ているんだな。白霊神社に祀られている神様は謎のままだが、祭神がズンさんだという考察はあってそうだぜ。そんな霊夢を代表するスペルカードの無双封印には、実は数多くのバリエーションが存在するんですよ。それが意外すぎたんだよ。どのくらいのバリエーションがあるのか、どんな技なのか気になるぜ。そこんとこどうなんだ？それを空の名言でしょうが。ではここからは本格的に、白霊霊夢の代表するスペルカード無双封印について解説しますよ。無双封印8種類、作品によって発動する効果は異なるのですが、多くの場合、発動すると高いホーミング力を持つお札やカラフルな玉が大量に敵に飛んでいくんですよ。そんな霊夢の無双封印はなんと、初出は東方プロジェクトではないんです。東方プロジェクトからじゃなかったの？もしかしてマリオカートか？どうしてそうなる？実は東方の制作者ズンさんが開発に関わった対等のゲーム、落書き王国において白霊の巫女というキャラクターが使用したものが最初ですね。使用キャラ名が白霊の巫女ってことは霊夢かどうかはわからないな。使える漢字が限られていて、その組み合わせの中から名付けられたようですよ。というか、東方高魔教ができる前から無双封印という存在はズンさんの頭の中にあったのか。そしてその初代無双封印は見た目も複数の輝く光玉が順番に相手めがけて飛んで行き爆発するという、現在の東方のものと似た部分が見受けられます。
ちなみに白霊の巫女は背が高く、髪は黒髪の長髪で服装は脇巫女衣装っぽい感じにはなっていますね。衣装の色は違っているからもしかしたら違う世代の白霊の巫女ってことになるのかもだがな。また無双封印は東宝プロジェクトのシューティングゲーム作品、並びに格闘ゲーム作品どちらにも登場し、基本的な内容としては共通しているんですよ。マリサ曰く、霊夢がよく使う弾幕、技の基本的な性質としては、霊夢から色とりどりの大きめな光弾が次々と飛び出しては相手めがけて飛んでいき、当たると同時に炸裂します。どの作品でも非常に使い勝手のいいスペカとなっているよね。実はこの光弾は妖怪が最も嫌うありがたい光で、無理やり妖怪を封印してしまうらしいのですが、人間にもダメージを与えることが可能です。ちなみに、場合によっては光弾ではなく札をばらまくこともあるようですよ。霊夢の基本的な技であるらしく、その応用系として様々なスペルカードが存在しますよ。ぜひとも霊夢の無双封印の裏設定を教えてくれよ。まずは霊夢無双封印。正式に登場したのが高魔教で、貝塚、青蓮戦、新霊廟、そして格ゲー作品の新気楼でも登場しています。やっぱり霊夢の代表するスペカだけあってたくさんの作品で登場しているな。性能は先ほど言った通りで、基本的に初心者さんでも触れられるようにと使い勝手がよく強力。ただし、貝塚では光弾の代わりに大量の札が飛んでいきますよ。本当だ、貝塚では少し変わっているな。他の実キャラクターのボムと比べて追尾性なのでかなり使い勝手がいいので初心者さんから上級者までおすすめの性能となっています。例で言うと、東方高魔教のショット、ホーミングアミュレットの霊符無双封印は、ホーミング光弾を7発出します。しかも敵がいない時はなんとしばらくその場に停滞してくれるのです。ルンさんちょっと優遇しすぎなのでは？さらに威力はコイフ、マスタースパークに次いで高く、無敵時間も長いんですよ。スペカの威力で言うとマスパがやはり強いってことで、あたいったら最強ね。出ましたゆゆこの名言。いや絶対死んでも言うことないだろ。死んでいたわ。そういえば、ハリミコのボムって何なの？ショットのパスウェイジョンニードル、通称ハリミコのボムは夢風魔人ですよ。画面全体に広がるフィールドを展開して攻撃します。無双封印に比べて持続は短く、威力が低く無敵時間も短いのですが、画面全体に弾消しが可能なので道中にはめっぽう強い感じですね。なるほど、ハリミコだとそんな差別化があったのか。場合によっては2個使うのもグッド。それでは霊符無双封印の派生技を解説していきますよ。まずは新霊無双封印。霊符が新譜になっているのか。そう、微妙に名前が違っていますが、内容的にはほぼ同じでとても強力。ただし水無双では2符、1比ではコスト5もありなかなかのコスパなので使う時には注意がいりますね。そういえば、新霊ってどういう意味なんだっけ？新霊とは神の右近神の霊剣、または死んで神となった存在ですね。東方図文式によると、人の亡霊が神になったもの、東方神霊病によると神の末裔の亡霊とされているため、関連性があると言えますよ。例えるとハリーポッターの守護霊を呼び出しエネルギー弾を放つエクスペクトパトローナムの和風バージョンといったところです。ああ、めちゃくちゃわかりやすい。そしてこの新霊無双封印化が強化されたのが、新霊無双封印春。エイヤショーではプレイヤー、ボス双方のラストスペルとして登場したよな。難易度の丸以上でマリアリの A 賞チームかレミ作のコウマチームを選んでいる場合、国符を一定量集めた状態で彼女を倒すと繰り出してきます。画面上を高速で移動しつつ、軌道上にお札弾を残して拡散させていく形式となっていますよ。さらに高速移動により攻撃力が上昇するとともに、二重結界の力で高い防御力も獲得しているようですね。おお、攻守ともに最強クラスの技なのか。これをセンスだけでやってるっていうんだから怖いぜ。そう、高い攻撃力修正と先制、スペルコマンドカードへの耐性、防御されにくくなる効果、防御補助効果と多種多様な効果が発揮されて、まさに最強のスペカなんですよ。まずレイムが早すぎて見えん。グリモワール・オブ・マリサの尾行によると長距離マラソンとのこと。天才すぎるコメント。またマリサのメモによると、天狗と昨夜が同じようなことをするが、天狗はただ速いだけだし、昨夜はただの瞬間移動だ。霊夢のはそんなチャチなものじゃない。霊夢曰く結界で囲まれた境界は本来見ることができないから、何人も敵がいるように見える。だそうだ。狭い世界がループしているのだろうか。それとも、合わせ鏡のようになっている。とのことですよ。いや次元が違いすぎてついていけん。マリサの考察では、狭い世界がループしているのか、それとも合わせ鏡のようになっているのではと言っていて、あまりにも未知数なスペルカードですね。格ゲーではボス版は霊夢が高速で移動しつつ、結界を放ってきますよ。とにかく次元の違う技ってことが分かったよ。相変わらず無茶苦茶な巫女だな。こんな強力なラストスペルまで持っているなんてすごすぎだぜ。他には霊符無双妙呪というのもあります。
こちらは火では無双封印の買い技的扱いであり、無双封印より高弾の数が少なくて威力ですが遅いですね。無双妙呪は無双封印の介護官の技ってことか。そう、赤青緑の弾が霊夢から射出され、こちらに向かってくる攻撃、必ず青を前方に打ち出すところから始まり、右向き時で半時計回りに、青、赤、緑の順に射出して、左向き時はその逆になりますね。へえ、霊夢部長よくそこまで調べたな。そんなの当たり前ですよ。我が母上のことならば歴代の3サイズもバッチリ暗記しています。いやおかんの3サイズ熟知してるの？そういえば、妙呪ってどういう意味なんだ？妙呪とは優れた宝珠という意味ですよ。宝珠は仏教的に霊言新たかなもので、戒名に妙呪という名称が用いられたりしますよ。そんな意味があったとはめちゃくちゃ勉強になるよ。またエイヤ賞では通常ボムとして登場し、高魔鏡などの無双封印並みに高威力、16個の弾が周囲に展開後、敵に向かって飛んでいくのですよ。へえ、エイヤ賞では高威力の技になっているんだな。でも時系列的にこれ弱体化しているのでは？確実にサボって使い方を忘れてますね。それでは次に紹介するのは霊符無双封印3です。東方ヨーヨー無では高速時のボムであり、相手を狙わず即座に砲弾を撒き散らし、威力としては低威力となっていますね。ほう、今度は散らばるタイプの無双封印か。名前通りで赤いお札が画面全体に散っていく感じですね。小弾を8方向に展開して、12時の方向の弾より半時計回りに炸裂しますよ。名前通り、散らばるタイプなんで追尾性はないですね。もし、いつもの無双封印で慣れていたら使いづらいな。そしてエイヤ賞ではボスとして使用し、大量の札をばらまくのです。これがなかなかきついんだよな。4面で難易度イージーにもかかわらずこの弾幕量ですからね。ここで数々のプレイヤーがバラバラにされてきたことでしょう。本当に霊夢の強さがよくわかるよ。では次に紹介する無双封印は霊符無双封印集。つまりさっきの逆で1点に集まる技になっているんだな。豪華アーク、OK。ヘカーテア風に言わなくていいから。ヨーヨー無では低速時のボムであり、一拍置いてから相手に攻撃を集中させるため3よりは高威力。高魔鏡における霊符無双封印と同様のスペルカードとのことですよ。ああ、高魔鏡における霊符無双封印はこの集を使われていたのか。エイヤ賞ではボスとして使用し、巻いた札が一定の間隔で自分の方へ向きを変えながら迫ってきますよ。一定周期で全方位に展開される白中玉が追加。難易度ノーマルならイージーよりお札の数が1列当たり5枚に増加します。展開のされ方はイージーと同じですが、時間経過で展開速度がアップします。ホーミングしてくる弾幕って霊夢ぐらいだから慣れてないと難しいよね。では、次に紹介する無双封印は、3霊、無双封印詐欺。ほう、全く聞いたことがない無双封印だな。こちらは3の純粋な強化版。名前の由来は発散の終焉には、サビが訪れるからなのです。なるほどな。つまり終わりを意味するのか。東方エイヤ賞スペルカードコメントでは、霊夢のサビは何度も訪れる。困ったものだ。画面全体に散っていく。弾速が速いので霊夢周辺には弾が少ないことが多いんですよ。とのことで、弾速は相当速い技だということがわかりますね。霊夢ってめちゃくちゃ移動するから弾を当てづらいんだよな。弾速が速いから移動できるってことだったのか。そして、海霊無双封印サビといったものもあります。サビってどういうことなんだ？サビのは質素であるが質が高い風情のことですね。こちらは週の純粋な強化版。難易度が高いほど札の弾速が上昇し、ホーミング性能が高くなるんですよ。こちらの無双封印の特徴としては白中弾、オフ弾の一塊あたりの構成はノーマルと同様となっています。難易度ハードになると展開の仕方が変化していて、一つの塊を一度に配置せず、連続的に配置するようになっていますね。最初は8塊が順に展開されて1休みが入るのですが、時間経過で常時発射に変化するのです。それにしても本当によく作られているよな。どうやってかわすのかを組み立てているところ天才すぎますよね。そして次に紹介する無双封印は霊符無双封印円。CPU 専用技で一定時間自分の周囲に光弾を展開し自分の周囲で回転させながら飛び回り、一定時間後に光弾を相手に向かって放ちます。光弾を周りに展開して、最初は対角線同士の関係になる光弾からレーザーを発射する攻撃を何度か繰り返します。うまく抜けてから攻撃しないと結構なダメージをもらうよね。光弾の数はイージーで赤、青、緑2発ずつの6個。ノーマルで緑涙目の8個と増えるんですよ。ちなみにポンデリングの円は8個となっているぜ。その情報今いりますか？ではラストに紹介するのは今までの無双封印の究極形態である、無双転生です。無双封印の究極形無双転生はその難易度の高さからトラウマスペルとして知られていますね。空を飛ぶ程度の能力を最大限に活かした霊夢の技が無双転生。初出は東方エイヤ賞にて白霊霊夢が使用したラストワードだぞ。それ以降にも東方飛装天や東方飛装天則、東方蜃気楼に霊夢のスペルカードとして登場しました。このラストワードである無双転生ハズンさんによれば、色々と究極奥義。
霊夢はありとあらゆるものから宙に浮き無敵となる。もしこれが遊び時間制限付きでなければ、誰も勝つことができない。とのことであまりにもチートな技なのですよ。ぶっ壊れのスペルカードじゃん。まさにチート級の技と言ってもいいな。このスペルカードは説明からもわかるように霊夢に攻撃は一切当たらない耐久タイプで、弾幕ごっこの勝負としては一定時間逃げ切ればこの技は終了しますが、これはマリサがこの技に名前とスペルカードの形を与えたからこうなっているだけのようですね。まさか無双封印にこんなにも種類があって効果や弾幕のタイプが変わっていたなんて驚きの裏設定だったぜ。さらに東方プロジェクトの主人公の白霊霊夢の美しい魅力がわかりましたね。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの好きな無双封印があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。